ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのゴルガリ吸血鬼を紹介したいと思います。こちらのデッキですが、6月7日のパイオニアチャレンジにおいて、9勝1敗で見事優勝を果たしたリストですね。プロツアーでラクドス吸血鬼が活躍してから、一気にパイオニアで吸血鬼デッキが増えたのですが、サンダージャンクション以降でこちらのゴルガリ型も出てきた感じですね。まずラクドス型との違いなんですが、1マナ域にマナクリーチャーが8枚採用されているので、ゴルガリだと最速2ターン目に血管切り裂き魔を出すことができ、分もあった時の速度はゴルガリの方が速くなっています。また、マナクリーチャーが大量に入っているので、仮にストリンが引けなかった場合でも、単純にマナ加速をして切り裂き魔を素早く出すこともできますね。そして、サンダージャンクションで泥沼の略奪が登場したのも大きく、大抵好きなカードを引っ張ってくることができるので、手札にストリンか切り裂き魔がある状態で計画していれば、次のターンにコンボが決まる確率がかなり高くなるようになっています。また、ゴルガリ型では狩人の食材を使うこともでき、必要なくなったエルフや猛戦車を作りながら、切り裂き魔やシェルドレッドを持ってくることができ、安定感を高める役割を担っていますね。さらに緑が入っているため、サイドに毒を選べが採用できるのも大きく、ミラーでの切り裂き魔対策であったり、致命的なインチャントを割ることができたりと、緑にする理由の一つになっていますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、ということで、こちら後手、これはさすがにマリガンですね。土地5はマリガンしていきましょう。土地1なのでマリガン。ダブマリはしょうがない。土地2枚、ボトムでいいかな。一応ソリンがあって、泥沼の略奪もあるということで、略奪から切り裂き魔が引っ張ってこれるかどうかですね。さあ、相手は、白タン人間ですね。白タンはかなり速度が速いということで、なんとか耐えていきたいですが、さあとりあえず2点は入っていく。ここも神秘化。神秘化出して、略奪をするか、プッシュを打っておくかなんですけど、ちょっとロードはさすがに、除去っておきたいですね。でエルフも、ブロックすることはないので、もう殴って OK かなと。さあ、そしてここで、エーデリンが出ていく。お、ドレッド。これはドレッド出しますか。ただ、エーデリンは正直、通すしかないかもしれないですね。もしくは、相打ちが取れるんであれば、ただ、不屈の声が出てきたので、エーデリンを守っていきますね。そしてさらにサリア。これは、エーデリンが守られているので、2、3をブロックしていきましょう。さあ、もう残り猶予ターンはほぼない状況ですが、切り裂き魔引いてくる。ブロッカー2体か。4、5、6、7。まだ耐えてるんで、行きますか。相手1マナで止まってきてるんで、ただ 5A もあるから、確定ではないですが、精霊への挑戦を持っている可能性がね、割と高い、かなという感じではありますね。さっきのターンもね、そのアップキープに止まってたんで、さあ、このターンを耐えれるかどうかですね。このターンさえ耐えれれば、変わり種も起動していく。お、なるほど。このターンに倒せないんだったら、ソリンを倒さないと、切り裂きまでライフゲインがすごいということで、結構これは相手も悩ましいですね。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。精霊の挑戦持ってたら相手勝ってるんで、持ってないですね、これは。ただ、エーデリンはブロックしないといけないかな。エーデリンブロックして、複数の護衛はサクってくるので、ソリンは捨てるしかない状況ではありますが、一応サリアをブロックしますかね。精霊の挑戦引かれた場合に備えて、変わり種は通してもいいかな。変わり種は、プロテクションがつかないんで。はい。さあ、サクってくる。で、エーデリンが生き残って、一応このターンこれで、2点だけになるんで、だいぶ、軽減できた、感じではあるかなと。
なんなら残り9点ですからね。プッシュ引く。これはさすがに、勝ってそうか？ 6 点は入って、いや、フルパンでいいのか。フルパンして、7点通ってこっちのクリーチャー死んで2点か。まあ、勝ち角は逃したけど、多分勝ってるはず。精霊の挑戦あっても勝ちかな。 6、7、8、9。はい。これは OK で、まあ、どうやっても勝つかな。このターンに負けなければ勝ちなんで、まあ、プッシュで除去ってもいいですし、神秘化で、ダブルブロックでも勝ちですね。変わり種にはね、プロテクションはついてないんで、まあ、ダブマリからでしたが、なんとか、まくって勝ってましたね。まあ、ただ、プレイミスはあったので、そこは反省ですね。さて、相手白タン人間ということで、虐殺少女はとりあえず入れそう。で、あとはカリタスを入れるかどうかぐらいですかね。まあ、ドロスよりはカリタスの方が、おそらく白タンには刺さっていくんじゃないかなと。で、1枚抜きたいので、はい、こんな感じでいきましょう。さて、これもね、あんまりキープしたくないですね。はい、これも緑マナがないので、2試合連続ダムマリですが、まあ、キープするしかない。まあ、土地には2枚でいいんで、まあ、スローランドをボトムに送りますか。スローランドがね、本当に弱いんですよね。できれば、本当に引きたくない土地なんですが、まあ、2色デッキといえど、まあ、パイオニアだと2枚ぐらいはね、使っていかないといけないという感じではありますね。最低タマークスからスタート。まあ、1ターン目のアクションがなかったのは、だいぶ、でかいですね。さあ、まずは、ラノエルを置いていく。お、構えてくる。構えてくる。さあ、狩人の食材いきますが、構えてくるということは、まあおそらく人間だと封じ込める総量ぐらいですかね。はい。まあこれを使うことによって、先手2ターン目コンボとかも回避ができるっていうカードですね。さあ、そしてここで平和の番人を出してくる。これ何指定するかな。まあ単純にコンボを止めるんであればソリンして、か、まあランプを止めるんであれば、まあ普通に切り裂き魔ですが、さあここはソリンを指定してくると。さて、ということで、ここは虐殺少女かな、持ってくるのは。一応ラノエルを巻き込むことによって、すべて巻き込んで除去っていうことができるんで、一旦全力展開しますかね。まあ、草むした墓をショックインするかどうかっていうのは結構悩ましいですが、まあ、プッシュも構えるってなったら、ショックインしておいた方がいいですね。ということで、まあ、一旦ここはプッシュを構えていきましょう。まあ、なんていうか、ダブマリでも、だいたいね、こんなもんですね。2ターン目、コンボっていうのはなかなか決まらないんで、ただまあ、最速でその2ターン目にそういうコンボがあるっていうのは、このデッキのめちゃくちゃ強みですね。さあ、場に殴ってくる。虐殺少女指定されてるんで、これはブロックして、で、こっちの番人を、除去っていくと。ただこのターンは、まだ打たんかな。そしてここ土地引いてきたんで、ちょっと、先行きが不安ではありますが、まあ一旦、ターン渡していきますか。まあ相手が別に展開してこないのであれば、まあそれはそれで OK なんで、まあ相手からも、この虐殺少女は見えてますからね。さあ、ここ副官を出してくる。まあ次のターンさすがに打ちますか。さあ一旦、このターンはダメージを受けていく。とりあえず、まあ虐殺少女で全部流していきましょう。
懐かしい。昔ね、スタンダード当時も虐殺少女はたまに使われてましたね。確かゴルガリミッドのミラーとかで結構刺さってた記憶がありますね。さあ、ただハンド差が結構あるんですが、ここも構えてくる。多分封じ込める僧侶なので、虐殺少女だけ殴っていきましょう。はい。手札光ってるんで何かありますが、これは、そっちか。新鮮な協力は、攻撃クリーチャー、サクリファイスなんで、切り裂き魔の対策カードですね。白タン人間はね、最近はなんか、メインから封じ込める僧侶が入ってたり、サイドにね、この新鮮な協力が入ってたりと、だいぶ吸血鬼を意識した構成になってますね。さあ、先兵。ただここは殴ってこれない状況。ただ土地か。ちょっときつくなってきますが、さらに副官引かれる。これは負け確ではないけど、かなりきつい。一応ミシェラランドがあるんで、ブロックすることはできるんですけど、サリアがね、止まらないんですよね。4点通って残り4点。一応1体は死んでいくんですが、ちょっと一旦遅かったですね。さすがに。ただパワーが上がらなければ、引いてくるね。これでパワー4が3体になったので、これは負け確ですね。これはしょうがない。GG。さあ、1勝1敗で3試合目。なんともですね。1ターン目のアクションがないのがかなり気になりますが、ギリギリキープしてもいいハンドではありますね。これが土地がね、1枚、マナクリーチャーだったら相当いいハンドなんですが。さあ、ということで、とりあえず、タップインで、ショックランドを処理していきましょう。相手は護衛から。護衛は、盲信者でブロックできるんで、OK でしょう。さあ、一旦、11を出しながら、ワンドローしていく。もう土地は、1枚も引きたくないですね。先兵、はい。先兵はタフネスが上がらないので、ブロックすることができないと。お、ソリン引いてくる。これはそのままソリン行きますか。さあ、ここは、3ターン目、素引きソリンからの切り裂き魔を出していく。さて、これで、相手はソリンか切り裂き魔を対処できないと、次のターンからは飛行で7点ライフゲインですね。さあ、このターンは、構えてくる。構えてくるっていうことは、これ神聖な協力絶対持ってるんで、人間側が構える理由って本当に神聖な協力か、封じ込める総量ぐらいしかないんで、2体アタックであれば回避できるんですけど、別にこのターンはそのままスルーでいいかなと。はい。これは明確に構えてますね。人間側が展開せずに構えるっていうことは、絶対にこっちのターンにね、何かをしたいっていうことなんで。さあ、ここも構えてくる。これはもうあからさまですね。さあ、切り裂きまで2点ドレイン。からのドレッドも引いてくる。さて、切り裂き魔もらってもいいかな。切り裂き魔2枚目持ってきましょう。さて、正直殴ってもいいですけどね。フルパンで2体でアタックすることによって、相手はもう3-3しかそれないんで。で、1回このワンパン8点ドレインされると、白タン側は相当きついはずなんで、これはもう絶対に神聖な教育持ってますね。さあ、はい。これは持ってるでしょう。じじ。さあ、やっていきます。こちら先手。お。これは、最強パーフェクトハンドですね。さあ、先手1ターン目、ラヌエルから、何も除去がなければ、
はい、確定ですね。2ターン目、切り裂け魔。さすがにね、この動きに勝てるデッキはないですね。1ターン目、除去かハンデスがないと、はい。まあ、これは事故みたいなもんですね。さて、相手ケルーガーなんで、まあ、ケルーガファイヤーズですかね。最近あまり見ないですけど、ファイヤーズだと仮定すると、どこを選べ、まあ、エンチャント対策のどこを選べと、まあ、あとはハンデスを入れていく形になるかなと。まあ、プッシュはいらなくて、あとは適当に、抜いていく感じですね。さあ、一歩目、土分勝ちからの、これはね、まあ、1枚なんか違うカードがあったらキープしてもいいんですけど、マリガンですね。はい、こっちはだいぶいいハンド。神秘化からの、2ターン目、泥沼の略奪を計画して、で、3ターン目に、まあ、ソリンが当たればっていう感じですね。あもう略奪も必要なかったですね。さあ、これはもう、カウンターがないと無理ですね。まあ、ファイヤーズはこの動き多分対処ができないんで、まあ2試合連続で2ターン目に決まるのはさすがにね、確率的にはめちゃくちゃ低いですね。まあ、ただ投了しないということは、まあ対処できるハンドっていうことですね。まあ、一旦、囲い引けたんで、ハンデス打ってみましょう。さあ、まずは囲いから。まあ多分対処手段あるとしたら、全除去だと思いますが、さあ、大抜き。大抜きで、まあ、中足からの反動を見せてくれと。はい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 。これは消耗の方を抜く必要がありますね。ただ、なりすましで、切り裂き魔のコピーを作ることはできるんですけど、こっちは切り裂き魔がでかくなっていくんで、おっと、止まったが、戻ってきた。はい。ということで、まあ、略奪はもう打っていきましょう。土地は引かず。どこを選べはいいですね。なりすましで、なりすまされても、除去ることができると。相手青マナがないんか。青マナないんで、もうこれは勝ちですね。はい。さあ、ということで、殴っていきましょう。8点プラス、まあ、ソリンでサクって、3点プラス2点ですね。まあ、スタックで何かあったらあれですけど、はい、さすがに、この土分を受け切ることはできずと。まあ、さすがにこれはラッキーでしたね。GG。さあ、やっていきます。こちら5手。これは即マリガンですね。基本的にはもう、1マナクリがないハンドはマリガンしていきます。これはいいハンド。まあ、1ターン目、マナクリからの、2ターン目、ドル沼計画ですね。さあ、相手バグベアから。ただ1ターン目アクションはなし。赤タンではなさそうかな。あ、はい。これはクソゲーの予感。お互いに3ターン目出し合う可能性もありますね。さあ、こっちが先に出せるとよかったんですが。まあ、食材からいった場合は、確定で切り裂き魔を持ってくることができますね。はい。これは、勝負あったかなと。まあ、ただ相手がその、土地が詰まってるだけの可能性もあるんで、まだワンチャンはありますね。次のターン相手も、切り裂き魔を出せるね、可能性は全然あるんで。さあ、こちらが先に切り裂き魔を出していく。まあ、あとはラクドスは、切り裂き魔を対処できる除去がね、入ってる可能性もあるんで、ただ黒マナがない。これはさすがに、はい。そのまま押し込んでいけそうな感じではありますね。さて、ということで、プラニーからの11
12、13、14、15、16、17。まあ、さすがにですね。じじ。最低吸血鬼ということで、どこを選べは全部入れていきましょう。で、ラクドスなんで、まあ、囲いも入れていきたいんですね。で、何を抜くかなんですけど、基本的に自分は盲信者を抜きがちかなと。まあ、基本的には序盤の対応員なんで、まあ、こんな感じでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。これもいいですね。ラノエルからソリン、食材行ってからのソリンですね。で、どこを選べもあるんで、さあ、ただ相手囲いから、まあ基本的にはソリンを抜いていくのが丸いですね。お、ただここは食材を抜いていく。あ、そう、ソリンを抜かないと、こうなる可能性がね、あるんで、まあ食材は、なんていうか、3マナ使って、で、次のターンにサーチなんで、1ターンずれるんですよね。はい、これは、まあ2試合連続でこちらが先に出していくということで、先にというか、もう2ターン目ですからね、今回は。さあ、対処できるカードがあるのかどうか。さすがに投了と。ひどい試合だ。じじ。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。